進化が止まったら本当に終わりだと思うので、20一皮むけたねってすごい言っていただけたライブでもあったし、丈夫な女性になったなって思います。安定します。座ってから安定してドーム発表。座っていつアンコール？ああ。泣いちゃうね。泣いちゃうかもね。しかも今日友達めっちゃ来てるからさ。そう。ね。いっぱい来るんですね。やばい。ミーヒの友達来るんだ今日。あれから呼んでたってね。やばすぎる。ほんまにえぐい。早い。時の流れが早すぎる。怖いよ。メンバーもドームの発表をすること自体私たち自身も知ってたんですけど、デビューして初めてやったライリーラップからボリーナップっていうタイトルでドーム公演をさせてもらってたんですけど、なんかその時は本当になんかまだそのドームってどんな感じなんだろう、どれだけすごいことでどんだけありがたいことでっていうのが分かってたようで、なんか分かってなかったかなっていうのを今すごく感じます。なんか初めて立った時はもちろんありがたかったけど、まだこう本当のありがたさっていうのは今思うと全然伝えられなかったし感じられてなかったと思うので、もう本当に今はなんかさせてもらえてすっごく嬉しいし、なんかできるようにしてくれた、スタッフの皆さんも含めて WIZU の皆さんの応援があったからこそできるものだと思うし、3年半ぶりってことでこれだけ私たちがその3年半の中で培ってきたものがたくさんあるので、もうめちゃくちゃもっともっともっとレベルアップした姿をドームでは皆さんに披露できたらなって思います。オールライトにさ、こうぶつかったこの前ぶつかったとかあるやん。こ大丈夫かな、確認せんでも。いいよ、確認する。あなたあれ違う、マヤが間違えたんじゃなくて、あなたせやん時。どうもいさん道そうそう。じゃあ豆腐でちょっと前に私のここのサイに黒がすみません。ティップタップもいける？ティップタップは余裕や。なんか言っちゃない。大丈夫？大丈夫そんな。この前めっちゃ良かったんで。めっちゃ良かった。めっちゃ歩けた。みんな忘れないで後ろにチロシロ。見てる分にはあんま分かんないと思う部分も、その列が違ったりとか、ここちょっと動線こんがらがってる場所あるよねみたいなところはあるっちゃあるので、毎回そこはちょっとブラッシュアップしつつどんどんいいものを作れていってるんではないでしょうかって感じです。今日はみんな髪の毛がファンキーでして、私も実は今あんま見えないんですけど、ここに毛が長いのです。さあ、WIZUは気づくかな。かっこいい。かわいい。かっこいい。かわいい。考えて。私も考えて。今日は一緒に楽しもうな。大阪のみんな。大阪のみんな。大阪のみんな。難しいね。大阪のみんな。早くやって。でなんか例えばちょっと静かな反応とかしちゃったりとかしたら、なんでそんな反応なんみたいな。なんでそんな反応いいやん。静かすぎひん。そう静かすぎひん。静かすぎひん。やる気やん。何やいか。粉もん大好きマイカで。いいやんめっちゃ。今醤油や。ソースなんて嫌や。ミーヒは醤油派や。ミーヒやで。なんで醤油派や。今日影があやか。大阪のあやか。任せろ。大阪まで。唯一の大阪まで。任せろ。じゃあみんな。今日は楽しもうぜ。イエーイ。20。はい、唯一の大阪生まれあやかやで。みんな今日は楽しもうな。自分の生まれ育った言葉だったりとかを好きな人が言ってたら絶対嬉しいかなと思って、印象的にも残ると思いますし、はい、ちょっと下手ですけど皆さんになんかすごい好
そういう思いだけでも伝わってたら嬉しいなって思ってます。今日はここ大阪邪魔するな。邪魔するんやったら帰って。じゃあ、写真このまま？そうですね。そうだよね。今日ドームツアーを、発表させてもらったんですけど、意外と今日泣かないかも自分と思ったんですけど、皆さんの反応がすごくて、なんかもう今までの培ってきたそのライブ映像とかも見て、なんかほんまにやるんやっていうのを実感して、めっちゃちょっと涙ポロリしちゃったんですけど、みんなすごいいい顔してたし、泣いてたメンバーもいたんですけど、やっぱりそれくらい私たちにとってドームってすごい思い入れのある場所だし、当時やったパフォーマンスとかステージとかにやっぱ後悔とかもっとこうすればよかったっていう気持ちはいろいろあったので、3年半越しにこう立てるということで、もっともっとパワーアップして、もっともっとここに立てるありがたみを感じながらパフォーマンスしていきたいなっていうふうに思いました。今日ドームの公演が発表されたっていうことで、私たちがドームの発表の時にいつも舞台裏にいたんですけど、今日は皆さんと一緒に聞くことができて、皆さんの歓声を直接浴びることができて、本当にこんなにも楽しみにしてくれる人がいるんだなってすごい改めて実感しましたし、もっともっとドームに向けて頑張りたいなって思いました。前に東京ドームとか京セラドーム立たせていただいた時はまだ声援が出せなかった時期だったので、今回初めてそのドームで WiziU の皆さんの声を直接聞けるということですごく嬉しいですし、いやもうなんか本当に3年半ぶりくらいのドーム公演するってことで、もう本当に嬉しかったですし、でももうすでにもう緊張するんですけど、ドーム公演楽しもうね。頑張ろう。はい、頑張ります。 WiziU もお楽しみに。ありがとう。頑張る。そこでさ違う名前言ったらめっちゃおもろい。今度さ、笑いたければ笑ってみれば、このスマイルみたいにはめっちゃやってもらって、みんなハッピーにできる。笑いたけりゃ笑ってみればこのスマイルみたいにみんなでハッピーにできる。めっちゃいい。それさっき待機室でめっちゃ今日甘いもの食べました。八つ橋も食べて、みたらしもうソースたっぷりのみたらし団子も食べて、で大阪の方本当に熱量がすごいんで負けられないんですよ、私たちも。でも今日しっかり蓄えてきました。頑張ります。大阪2日目、はい、頑張っていきましょう。はい、10待て完成いいよ、いい感じよ。いきますよ。行ってきます。ジョーホール大阪ってことで、やっぱり盛り上がりが本当にすごくて、お客さん WiziU の皆さんの歓声がすごかったので、メンバーテンションが上がってるのも感じてすごい楽しかったです。なんかすごい圧倒されました。皆さん、逆に WiziU の皆さんがすごいテンションも高くて、すごい楽しそうな
姿を見れたので、私たちもすごいエネルギーもらえたなって思いました。ねえ胸があったの君はもしかしてなんて思ってるかもだけど私これ見るの初めて。そうこの子らやば。可愛いんだわ。可愛いんだよな絶対。あとのさ、うちらヤンキーの逆襲怖くない？怖いよね。本当に怖い。何があったんやろうか。ツーバットやってきます。今日調子いい。嬉しい。楽しんできます。あつこ。ラスト衣装これ今日で行ってまいります。今日これラストだよ衣装。可愛いよ。可愛いんじゃない。今日衣装ラストだよって言ってんの。だから可愛いよって言ったの。君も可愛いよ。かっこいいよ。かっこいいよ。はいて今日良かったよ。ー。見たの？最初から見た。最後まで見た。嘘。ありがとう。嬉しかった。かわしてた。かわしてた。やったありがとう。大阪またこうやって帰ってこれて、地元に帰ってこれて嬉しかったです。ありがとう。やっぱり関西は地元なのですごい楽しかったですし、皆さんの声援が本当に私たちのパワーになりました。また京セラドームでもまた大阪城ホールでも皆さんに会えることを楽しみにしてます。ありがとうございました。今回単独公演が100回目っていうことで、ウェイクが1月とかにあったんで、もう1年ぶり1年以上ぶりにこの代々木4日間公演させていただくんですけど、やっぱり東京ってたくさんの方が集まる場所でもありますし、皆さんのね活気だったりとかもすごいので、なんか私たちもパワーをもらいながらこの4日間楽しめてるんじゃないかなって思います。いよいよ4日間始まりました。今回はですね、私ツアーで初めてこうやってピースを、髪の毛のピース長くして踊るんです。こんな感じです。じゃあもうファイト멈춰야 돼. 근데 여기는 짚어야 돼. 그렇지. 하고 이때 상태 그대로 고개만 싹. 그렇지. 진짜 확 잡아 채주세요. 이렇게. 야, 今日は巻いてほしいね。代々木ファイティング。でもやっぱ裏にいる時は結構素に戻るっていうか、着替えとかしてよし行くぞってなった時に光が当たるじゃないですか。照明が当たった瞬間になんかパッて気持ちが変わるっていう部分はあります。曲が始まる曲のイントロで毎回カッって自分のギアを切り替えてるんじゃないかなと思います。今回も可愛い曲とかNiziUらしい曲も中に詰まっててあるので、その時もイントロを切った瞬間によし次は可愛いよし次は明るいみたいなのを頭の中で切り替えて表現してます。今日は
そうですね、今日は代々木初日だったんですけど、衣装がもともと赤の衣装だったのが、今回ツアーのポスターになってる衣装に変更になりまして、まあそれを着てのリハーサルはやってなかったので、なんか本番中に結構衣装トラブルがあって。結構周りのメンバーはすぐ気づくのが早いので、私の今日のチャックだったりとかはマユカが自分のパートもうすぐ来るのにもかかわらずさってバッてほんと2秒ぐらいで直してくれて、新しい新衣装初めての公開ですごく衣装トラブルがあったりだとかいろいろあったんですけど、でもなんかみんなでうまく回避して、なんかあんまりいい意味でもそんなに完璧にならなくていいんだなっていうのはすごく感じるので、パフォーマンスは常に本気でけどもっと心はなんていうんですか、落ち着きながらできるようになったのがすごくでかいなって感じます。私自身メンバーがステージに立ってる姿を見て、なんか笑顔になれるし元気をもらえるし、スキルがどうこうというよりもビジュにすごくなんかいいエネルギーを与えられるようなグループにはなってるんじゃないかなってすごい結構思ってて、本当に多幸感あふれる幸せを人に与えられるようなステージが今はできてるんじゃないかなって思います。日々の辛いことにも負けず、もう嫌なことにも負けず、でもまあたまに負けてもいいくらいでちょっと楽しくこれからも一緒に頑張っていきましょう。せーの、頑張ろう頑張ろう頑張ろういいねいいね、みんなで一緒にせーの、頑張ろう頑張ろう100回目の公演だけど新しい自分の感情を知ることができて、今日も今日って新しかったなって本当に思います。あと残り代々木も3日間あるんですけど、また今日感じた感情を大事にしながらまた明日も頑張りたいなと思います。帰りました。ちょっと喉の調子がよろしくなくて足をする部分もありますが楽しかったです。バイバイ。眠いですでも10時間くらい寝てきましたけど、寝ないとやっていけます。でも個人的になんですけど、なんか今回「That's Me」の振り付けが本当に速くて、もうこれ歌いながら絶対踊れないって本当に思ってたんですよ。私しかもハンドマイク持って踊ってるんで手が重たくて、左手がでなんかその手を使う動きが多かったから、これはやばいと思ってツアー練習中に毎日ずっと筋トレをしてました。なんか体幹鍛えなきゃと思ってやっぱ毎公演やるとすごい1回のエネルギー消費がすごいので、今まで以上に公演後の脱力感っていうのはあるので、もうちょっとなんかその体力つけれるようにしたいなっていうのはあります。なんか朝起きてやばい昨日やりすぎたから喉痛いわって思うんですけど、なんか公演前になってくるとだんだん良くなってきてできるようになるんです。そう結構がなったりするし、めっちゃ大声でラップしてるから結構ファンの皆さんも今喉あれだよみたいな、大事にしてねみたいな言ってくださるんですけど、今日はポボです。前回のインスタライブで何がいいかなって聞いたらポニーテールって言われて、今日はポニーテールにしました。ストレートしかも久しぶりということで喜んでいただけるかなと思います知らんけどそうなんかしたいなって思うんだけど、してなんかないかな。いつもなんか割とずっと見てちょっと最後はって笑っていくんだけど、なんかさカメラとかちょっとこうやりたいんだけど、いきなりやったらびっくりされらっしゃるかな。待ってしょって、代々木2日目みんな笑顔で最高のステージしましょう。代々木いるちゃんモードファイティンアップシード今日1000円すごいですね。
にどこで幸せって感じるかというと、まず登場の時の歓声のブワーってこうなる時にもうお待たせってなります。もう毎回考えてたこととかもステージ上がると楽しくなっちゃって全然やっちゃうし、この WIZHU の皆さんの反応だったりとかちょっとしたこうポイントで、あ、昨日そういえばそこでめちゃくちゃ歓声が上がったなって思うと、そこをこうもう一回繰り返し見たりして、いかにもっとそこをアピールできるかだったりとか、やっぱりそのライブホールツアーも経て、その盛り上げ方だったり、ホールツアーを経てなんか体力ついたのかなってちょっと思いますね。やっぱ32公演が私たちの中ではでかかったのかなって思ってて、やっぱり32公演で何ですか、なんか成長したというか、もうなんだろう、自分が強くなったところが多すぎて、体力的にもそうですし、なんか自分の中で代々木も4日間もやれるのもすごく不思議でしたし、同時にすごく4日間できるかなっていう不安があったんですけど、ホールツアーが本当に1週間に何回も公演するとか5日間ライブが連続で続くとか、そういうのも全然あったので、そこですごく体調的な面ですごく体力がついて、今回代々木4日間あっても不安な気持ちはあんまないんじゃないかなって思います。パラダイスの時なんですけど、2番のリクのサビが終わってからファンの皆さんの映像に切り替わるんですけど、その時にドローンでファンの皆さんがブワって映るんですよ。家に帰ってからモニタリングした時にそこの部分が本当に綺麗で、パラダイスの歌と相まってすごく感動的で、すごいそこは感動するなっていうふうに思いました。やっぱりニジプロから見てくださってる皆さんは何もわからなかった私たちから少しずつアーティストになる過程をこうやって応援してくださって、でデビューしてからもどんどん成長していく姿をこうやって皆さんが応援してくださって見てくれるっていう、親心ではないですけど応援したいっていう気持ちが持ってくれるWIZHUもたくさんいたりして、でもだんだんそれを超えて次はもっとかっこよくなって、みんなの憧れのような存在になれるように私たちも頑張って、デビュー当時には思っていなかった感情とかもやっぱり5年経った今だと、もっと自分を追求したいだったり、もっとメンバーとこういうのをしてみたいだったりとか、やっぱりこの進化が止まったら本当に終わりだと思うので、アーティストとしては本当に必要なことだなってずっと思ってます。3分くらいしか経ってないですけど、すごく楽しかったです。今日も残り3、4頑張ります。この調子で頑張ります。私毎回代々木公演4日間あるうちに2日間やって1日休んで2日間あるじゃないですか。去年も多分去年の一昨年とかも体調崩しちゃって、でその間の中日で毎回寝込んでた記憶があるんです。で今年こそは絶対そうならないって決めて、でも今のところ順調に来てるので、はい、大丈夫です今のところ。本日代々木3日目もよろしくお願いします。以上、WIZHUでした。ありがとうございました。ピラピラしてる暇ないね。多分そうだね。いい顔くらいで。オッケー。いいじゃん。ピラピラなしのこれで。オッケー。私も1番か2番どっちかでやってね。オッケー。もちろんね。はい。
本番代々木3日目でございます。頑張ります。今日土日なので土日公演が始まるのでまた盛り上がると思います。はい頑張ります。あごめんちょっと待ってじゃあ얘기할수できる？잘 들어주시면 감사합니다.よく聞いてください。大丈夫？代わりだよ。いやいいよ。まこちゃん。今日も代々木3日目みんなで楽しみましょう。せーの、3、2、1、バレー！ New Evolution 代々木！ でも今日ミナが声出にくくなってたんですけど、ミナが最初の部分とか結構煽りをする部分が多かったので、この事前に今日ミナちょっと声出にくいからそこは誰々がやるっていう感じでみんなで相談して決めて、でステージの上でも本当に一個だけ決めてなかった部分があって、とっさにミナが「はっ!」ってなった時にやってみたいな感じでジェスチャーされて、で「OK!」って言って今日やったのがすごい6年目ならではのチームプレーだったんじゃないかなって思います。今回のツアーを通して本当にたくさんおっしゃる言葉がすごくやっぱりもうかっこよかった。本当に進化してたし、すごく安心してツアーを楽しむことができるっていうお声もたくさんいただいたので、デビューして1年でちょっとでそのツアーをやったんですけど、最初の9つフェスぐらいまでは全然まだまだツアーに対して新人な位置だったので、何もこの意見が合ってるのも分かんない、言ってもいいのかも分かんない、意見を持つことも分かんないっていうぐらいのもう赤ちゃんみたいなレベルで始まったんですけど、もうデビュー5周年を迎えてそろそろみんなでやってみなよっていうのを代表の方から言っていただいた時に、その時に私たちももう言っていい立場なんだっていう、それ悪い意味じゃなくてもう自分たちからどんどん言っていかないといけない立場なんだなっていうのをその時に感じて、でそこからみんなが今まで考えてきてたこととかをだんだんアイディアとして言うようになってったのかなって思います。ホールツアーではビジュはこういうことが好き、こういうことが気になるとかをそういうのも聞いて、例えかっこいいパフォーマンス、ここもう一回ユニット見たいとか、こういうやってるの見たいとか、そういう意見を全部聞いて今回のツアーを準備して、特にパフォーマンスを見たい、ダンスブレイクとかもっと見たいっていう意見がすごく多かったので、それをできるだけ取り組んで、やっぱ次のドームツアーだったりとかも私たちが携われる部分があったらやっぱり携わりたいですし、ドームの瀬取りとかも今みんなで考えてたりとか、こういう演出にしたいですっていうのもちょっとずつお伝えして、自分たちができるだけやりたい、皆さんを楽しませたいっていう一心でみんなで今頑張ってます。そうか。印象的にはニナ前髪ありかなしどっちが好きなの？聞きたいけど。前髪なしが好きな人。で前髪ありな好きな人。待って圧倒的じゃん。息で会話しニナあんまり今日ね声が出ないよね。喋れないんだニナ今日だから。許してや。yeah, yeah, Moscow, she come on over. Come on, yeah, Moscow, she come on over. 曲折りした後の公演のウィジュの方の反応も、ウィジュちゃんに近くで会えてよかったって、遠かったけど本当に会えてよかったっていうお声もいただけるので、やっぱそういった面ではすごく嬉しいことがたくさんありますし、近いんですけど、やっぱりウィジュの皆さんは本当にいい距離感を、もう本当に優しい方ばっかりなので、優しいウィジュの方がたくさんいらっしゃるので、もう本当に私もウィジュの皆さんのことを信じてるので、もう本当に心置きなく楽しく皆さんにハートを送ったりだとか、本当に近くでこうやってファンサをすることができて本当に幸せです。ありがとう。시선만 완전 오른쪽으로. 네, 근데 살짝 손은
ヴィラン今日とかはなんかその先生とも喋りながらもうちょいこういう振りに変えた方がいいと思うっていうのも言っていただいて、最初の頃とちょっとずつ振り付けが変わっていってるんですよ。だからなんかそういうところも余裕が出てきたからこそのアレンジかなと思って。もっと進化したい、もっといいものを見せたいって思う部分もあるんじゃないかなと思います。それもメンバーそれぞれ新しい挑戦をしたいから、なんかみんなアドリブを入れてみたりだったりとか、なんか昨日とは違う表情をしてみたり、なんかやったことないジェスチャーをしてみたりっていうのをみんなそれぞれモニタリングとかして研究して、やってるんじゃないかなと思います。本当に20はみんな同じ性格なメンバーが本当にいなくて、もういい意味で本当にみんな個性がすごいんですよ。なので個性が強すぎるとチームがまとまらないっていう意見も多分あると思うんですけど、本当にすごくやっぱ素敵なメンバーに恵まれたなって感じますし、個性が輝いてるんですけど、この個性が9人集まったら本当に一つになるっていうのをめちゃくちゃお伝えしたいです、私は。可愛いもかっこいいも全然素敵なのもいろんな姿を見せれる。で9人それぞれの得意分野も違うからこそ9人が光る、そんなグループだなって感じます。やっぱこういう姿をもっともっとファンの方もですし、本当にまだ20を知らない方も知っていただきたいなってすごく思います。今日はね、東京公演最後だし、しかももうニューエボニューションあと残り今日含めて3回しかないんですよ。そう、やばいね。早くない？早いよね。早すぎる。来週には終わってる。そうなんよ。早くない？本当に怖い。ヴィランもフェアリーマジックも毎回公演前時間がある時は最近見るようにして、みんなの表情とか見てるとすっごい自信にあふれてて楽しそうで、みんながなんか私はこれが見せたいんだって何か思うものがあるんだろうなっていうのもすごい感じるので、みんな本当にホールツアーを経ていろいろな 5,6 年間の経験を経て強くなったなって、丈夫な女性になったなって思います。いろんな方から20一皮むけたねってすごい言っていただけたライブでもあったし、すごい楽しんでるのが見えるって言っていただけたライブなので、何が変わったのかわからないですけどすごい感じてるし、なんかもっと自分たちが自信ついたおかげで楽しめるようになったんじゃないかなと思います。一人一人の気持ちとかもすごく強くなってきた気がするので、なんか全体的にその20っていうグループが本当に強く固く、なんかどんどん積み重なってどんどんいい方向に向かってるんじゃないかなってすごく感じます。ちょっと待って。やっぱり進化した姿を見せたいっていうのが強くて頑張ってこらえてたんですけど、後半戦に近づいて4日目が終わろうとしてて、なんか多分今込み上げてきました。それくらい美女の皆さんが温かくて本当に幸せで、もう心から感謝してます。代々木4日間本当にたくさんの WiZU の皆さんが来てくださって本当に嬉しかったし、本当に WiZU の顔を見てもうすごいパワーをいただけたので、私たちにもね素敵な景色を見させてくれて感謝でいっぱいですし、またねこれからまだまだいろんなライブがありますが、皆さんに会えるのをもっともっと楽しみにしてます。ラストのファイナル公演の福岡2日間もより一層進化した20がお見せできるんじゃないかなって感じてます。今回4日間ありがとうございました。